Mahalo, ready to very lovely color on a song called Mi alma se asoma al viento, la lluvia me hace recordar tu voz suspirando el cielo, las olas quiebran y se van. でさ、今日は全然一人旅じゃ全くないんですけど、お兄さん今どこにいるかというと、空港に向かってくれています。というのも、私たち今日のためにカメラのレンズをせっかくならって言って新しくしたんですけど、大事に大事に置いてたら、ソファーの上に大事に大事に置いてたら忘れちゃったんですよ。でそれに気づいたのが空港までの道半分ぐらいのところで気づいたので、お兄さんが急いで取りに帰ってくれて、で私はもうすでにチェックインをオンラインで済ませてたので、荷物を預けるという、なんかちょっと二手に分かれて今行動してますですね。で今回がハワイはハワイなんですけど、なんとハワイ島に行きます。めっちゃ楽しみ。ハワイ島はもうずっと行きたかったんですけど、縁がなくてなかなか行けてなかったので、ちょっと今回楽しみなんですけど、そのハワイ島は結構自然が多いらしくって、あと火山とか海とか、あと植物とか、そういうのがすごい魅力的らしくて、そうだからカメラを新調したんですよ。なので素敵な映像をカメラでたくさん撮って、いっぱい動画でお届けできるように頑張ります。行ってきます。ありがとうございます。お疲れ様。よく気づきましたね。いやギリギリだった。今ちょうど締め切った。今からお知らせ？お知らせ。俺らのやつだったんだ。そう。行きましょうか。行きましょう。楽しみです。じゃあ今からサウスウェスト航空に乗り継ぐので、そのチェックインをしに来ました。OK。ではゲートに着きましたが、一瞬でボーディングが始まったのでボーディングします。16、17 OK。
レッツゴー。さてさて乗りますよ。55分。そう寝ないとやばいな。すでに今夜の体力が。新しいパターンでした。なんか席は決まってたけど今日ガラガラだから席を決めてなかった。ガラガラだからどこ座ってもいいって言われたのね。乗る順番だけ決まってて、あとはもうどこ座ってもいいよでした。そんなパターンマジで初めてだわ。ゆるい。We do need a zone count. あ、でゾーンカウントするんだ。重さ So 意外とサウスウエスト極寒で入り口の CA さんがダウン着てたから多分めっちゃ寒い気がする。火山だ火山。空港に火山があった。すごいね、めちゃめちゃこのままもう空港だ。やべえ、腹減ったね。ね。とさ、もうすでにさ、あっちの天気悪そうだね。ね。すごい、待つ時もさ、外なんだね。バゲージクレームがこんな外ですよ。すごい。これからピックアップします。お願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。よいしょ。よいしょ。レンタカーのピックアップですね。はいそうです。ちょっと近くなんですけど、お願いします。はいはい。が本日の車ちゃんです。今日から7日間この子にお世話になります。こだわりポイントは？こだわりはジープのラングラーに乗りたかったです。なるほどね。いい感じ。すごい、まさかの USB-C じゃないこれ。運転できるかな。ドライブが始まりました。これから広の方まで向かいます。雨降ってきたね。まだ大丈夫。すごいサボテンとか生えてるよ。いいね、ハワイアンボーイ。うん。で今私たちはハワイ島の西側にいて、これから東側にある広に行きます。でここ山があるんだけど、ハワイは日本と逆で貿易風が吹くから東側の方が雨が多いらしい。広の目的地に近づいたら急に街感が出てきた。なんか古い街だね。いいね。そう、ノスタルジックでしょ。右方向です。でしょって初めて聞くけど。じゃあ広の町の海辺の町に着いたね。カフェペスト広。ミルクも乗せてくれるんだ。ね。
乾杯、お疲れ様です。なんかアイスカプチーノって感じ。これも粉コーヒーっていうか一応なんか苦い。ビターだね。美味しそう。美味しい。キロコーストっていうのかな、を行くのか。イーストコーストを南下してって、エアビーのある場所に行くけれども、ここまで行っちゃうと何もスーパーも何もないらしいから、その手前のホホアっていう町で食料と水だけ調達する。なんかヒロはちょっと怖かったね。ちょっとね、まあ時間とかあれなのかもしれないけど、なんかドキドキしながら歩く。久そう々になんかそのわかるなんかちょっとLA とかは全然その全く怖い感じしないんだけどさ、ああいうストリートに人がいても、なんかコロナの時のアメリカって感じがした。だからどういう街なんだろうって感じだけど。いやマラママーケット。水とバナナとあとココナッツウォーター合わせて19ドル56セント。水は何本だった？ 24本。水24本。急に。何もない。このまた木の色がいいよね。最高。おはようございます。今日は Day2 の朝です。今キラウェア火山に向かっています。キラウェア火山はハワイ島の2大火山の一つで世界遺産にもなっています。噴火活動が2023年からすごい頻繁な活動をしてるみたいなので、なんかもしかしたら溶岩が見えるかも。でそのキラウェア火山の火口には火の女神ペレが住んでると言われていて、火山活動がペレのなんかこう感情の起伏とか、なんかそういう風になんかハワイの人は捉えたりするらしい。でそういう話大好きなので楽しみです。行きましょう。マカロニしようかな。マカロニ。Anything else for you guys? And can I have Hawaiian plate? Hawaiian? Yes. おー、だってこう。そうそう、穴から食べてたやつだ。ね、美味しそう。朝これが食べたくて優しそうじゃんなんか。ボリューミー。わ、美味しそう。いいね。何でなんか葉っぱで肉を巻いてるんよ。これも肉。そう、美味しそうだよねこれ。これがロミサーモンだそうです。これを入れさせて、これだ。ベーブノズルセレクトグレード。緊張する。
美味しかったし安かったね。いやーお腹いっぱいだね。お腹いっぱい頑張って食べちゃった。今回分かったことはうちらは9ドル分ぐらいでちょうどいいね。そうだね。なんか量が9ドルのご飯を食べたらちょうどいい。うちらこれで次夜ご飯だね。次夜ご飯。次夜ご飯ではこのままキラウェアに向かいます。あと30分で着きます。はい。Hello. No worry. So it'll be 30, thank you. これに書いてあるんだ、すごい。それでなんか1週間このレシート見せれば入り放題。これで全部パスが書いてある。レインウェアっぽいね。確かにいいね。なんかあとロングスリーブとか。これあれだ、いいかも。なんだっけ、ラッシュガードだよね。欲しい、こういうの。で、これあれ、これはクリップ。あ、これ確かにこれいいね。ね、いいよね。買おうかね。で、マグネット。ピン。バネ。これがね、本当だ。でかいねでもいる。ねね。これが海が光った。うん。もう一回押してみていい？このままほっといてね、大丈夫。おー。一部しか出てませんよって。おー。こう見ると本当高い。ニュージーランドにも同じ地名あった？綺麗。ここすごっ。って流れてる。うわー、すごいなー。めっちゃ綺麗。ここはさっきよりもちょっと海側にやってきたからすごいね。この山がね、黄金だからなんでこんな成分が違うのかな。キラキラしてるよ。なんかさ、音がさね、このさホレイシーアーチ、すごい急に海の近くだから日差しが強いし暑い。蜃気楼とかもあって、あれか。違うな。グリーンサンドビーチに向かってます。グリーンサンドビーチの駐車場から1時間ぐらい歩くらしい。
チラチラグリーンサンドっぽいのも落ちてたけど、もっとグリーンサンドかもしれないから近づきます。歩き始めて40分、地獄が見えた。あとあそこを歩けば遠いね。ちっちゃなキャニオンだ。そうだね。結構地形良くない？リトルマーメイドだ、海の中だったらリトルマーメイドの洞窟って感じ。かな。一応これでグリーンサンドビーチ。おお、ここ水がすごい一気に。なんか何色だ？こう緑じゃない？伝わんないな。伝わらない？茶色に見えるな。あ、向けばいいんだ。ほら。カメラ越しだと全くわかんないかも。わかんないか。帰りましょう。頑張れ。偉いねあんた。おめでとう。よかったよかった。取れてるかな。すごいアザラシが一星？うん。なんか脇かいてる。そうだね。なんか顔、ほらゆっくりしたいだよ。そんな近くで見ないでくれよって言ってるじゃない。やってます。2時間のトレイル大変だったね。グリーンサンドは一見の価値ありってあって、確かに一見の価値はあるけど、ちょっと2時間のハイクガチできついので、そうまあでも行かなかったら行けばよかったって思うけど、でも2時間のハイクに見合うかっていうと私たちは分かんないって思うけど、でも人生で1回緑の砂は見れるって言ったらまあ見れるね。あの色は見たことないよね。あとせっかく行くなら緑の砂をめがけていくっていうよりは普通に泳いだ方がいいよね。秘境のビーチとして行ったら。そうだねそうだね。海外の人はめっちゃ泳いでたもんね。あと電波がないから本当に電波の通じる Wi-Fi をキャリアを選んだ方がいいかも。やっぱね T モバイルは強かった。ああそうだね。そう LA でもやっぱ T モバイルが最後までつながってたし、ハワイ島本当に電波やばいから、本当になんかワイキキの気持ちで来るとちょっと厳しいかも。で今から私たちはサウスポイントに行きます。ご覧の通りご覧の通り外はねもうだいぶ日付がサンセットしてしまったので、現場観察って感じです。そうだね。そこから降りてみる。そうだね、危ないもんね。よいしょ。レスキューなんだ。ここまでは行けるね。ちょっとこれ以上怖いけど魚が見えそう。ここから大きい魚釣り上げしたんだって。おお。めっちゃいいね。うん。
デバステーションに車を止めて、デバステーションに車を止めて、このエラプションマークから入っていきます。うん。20分くらい20分ぐらい歩きます。レッツゴー。Last time it comes through here a little bit without all the音が聞こえる。daytime noise. おはようございます。ですね、これは全部溶岩が冷えて固まったものです。すごくない？で、今私たちがいるのがここなんですけど、ここからここって通れないんですよ。なんでかっていうと、こういう風に溶岩が流れて固まっちゃったから、もう道が途中で終わっちゃってて、でここの溶岩っていうのがこれです。でこの奥に家がちょっとうっすら見えるんですけど、遠くにああいうのももう飲み込まれちゃったところにこういう風に建てたお家、ここのコテージもそういう感じのところです。だからね、このベランダは全部溶岩が朝は見えるし、この周りも結構溶岩のところをちょっと土地を開拓して建てたようなコテージばっかりです。わあ、風が気持ちいい。いや、ほんといい部屋だったね。こんな感じでチェックアウトすればいいそうです。ソファーもあって、綺麗、本当に。シャワーもね、ちゃんと水圧は少ないけどお湯出ました。すごいね。これから海の方に向かいます。アイザックビーチパーク。溶岩に飲まれた街のビーチってことだよね。そうだね。ブラックビーチだ。そうだよね。だからブラックサンドビーチで、でも一番新しいんだよね。ブラックサンドビーチの中では。一番最近の噴火で新しく生まれたブラックサンドビーチ。そうだよね。だからもっとメインなのは昨日のエリアにあったんだよね。その昔からの有名なやつ。昔から有名なやつ。そうそうそう。だからニューボーンブラックサンドビーチ。イエス。
公園だね。アイザックビーチパークの通り道に一つ公園があったので入ってみました。なんかね、フォレストレンジャーの方がを忍んでこう作られた公園みたいです。すごいね、すごいこうヨガとかができそうな、木の陰から見えるキラキラした海がすごく綺麗です。ちょっと木もなんていうの、夏っぽい木が、なんか波が強すぎるすごいいろんなとこにぶつかって真っ白、すごくない？なんかさ、ミルキーだよね、波が。そうそう、水しぶきで真っ白な海になってる。でね、石が一個一個さ、エアロチョコみたい。エアロチョコ知ってる？なんか前浅田真央ちゃんが CM やってたエアロっていうチョコがあって、こういう本当にそうこういう感じなの。チョコ的なやつ。そう、全部エアロチョコに見えてきた。お腹空いてるから。すごいね、だからもう中はスカスカなんだよね。木が生えてて、溶岩があって燃え上がって、溶岩なんでここについたんだろう。燃えたんじゃない？これは溶岩が登ってったの？あ、そうかもね。溶岩がついて、でそれが燃え尽きたから中は空洞になってるんだ。だから木じゃないんだこれ。だから溶岩の木。すごいいいじゃん、この辺のカフェとか。いいね。ちょっとノースショアっぽいというか、ハレイワっぽいというかね、こんな感じのお店いっぱいあったよね。ハワイのいい田舎町。そうだね。めっちゃ可愛いね、街。いい感じ。ただ歩くだけでも絵になりそう。おー、ネイルサロンかな。ヒロの街に戻ってきた。あ、それか。いただきます。美味しそう。ごま油ポケまだ食べてないんだよね。美味しい。ふりかけかけてくれたのいいね。やっぱシーウィードサラダうまい。美味しい。めっちゃいいね。すごー。すごい。ハンガーとドライヤーと荷物置き。ここに洗面所があります。で、バス、トイレと洗面所、すごいバス付きで。あそこに良さげなシャンプーがあります。ちょっと暗かった。かわいい。
すごい。これも私の大好きな茶葉に。なんか気がいいです。ちょっといい匂いするし。ここが好きだな。私この色大好き。お家のソファーもこの色なんだけど。うわ、ハワイっぽいなこの色。あと私この木の色大好きなんですよね。超いい。一枚板でね。わあ、おしゃれ。下も大好きで可愛いし。今マウナケアに向かってどんどん上がっていっています。もう雲くらいまではもうちょっとな。でツアーは結構見たらいくらするんだ？3万円、1人3万円とか。日本円で3万円とかする。まあ迎えにとか来てくれるんだけど高いね。2人で7万近くしたからね。自分で登れそうでよかったね。あ、これじゃん。ついてよ。おお。早っ。いきなり頂上は行っちゃダメで、最初はビジターセンターに行って、高所順応をして、あとレンジャーの人にちょっとお話しして、どっちや？なんであの人あっち行った？じゃあ鬼塚ビジターセンターに到着しました。ちょっとね、もうすでに涼しいので着替えてます。一応帽子と中にユニクロのこれと、あと昨日まで着てたパーカー、その上にユニクロのなんかダウンみたいなのを着て、で下は昨日履いてた普通のザラのズボンの上にモンベルじゃなくてノースフェイスのゴアテックス、水を通さないやつを履いてます。でこの後上にさらに超分厚いダウンを着て寝袋を羽織ろうと思って持ってきてます。To Mauna Kea, how are you? So we are so good, excited. Good. Let's get you in a four-wheel drive low. Yes. Wait. One more Okay. click down. Done. Neutral. There Okay. you go. That stays there the entirety of the ride. Sure. Drop your big one into drive. This- Drop it into drive. That's how you want to go up when it's time to ascend. And you want to be in gears 2 and 3. 2 or 3. Okay. Yeah. Where are you guys visiting from? We are from Japan. You have a YouTube channel? She does. Oh, yeah? Well, welcome from Japan. Are there any questions from you guys? No, we are fine. Enjoy your night. Aloha. Thank you. Thank you. じゃあ行きましょうか。横もね、綺麗だね。あ、閉めよう。なんか何個か穴を拾うっていうのはこういうことだね。なんか止まると体がふわーってなる。うわー、疲れたね。あれさ、なんで止まってるんだろう。一番で行けるとこの上まで来ました。すごい綺麗。もう雲の上だね。ちょっとずつしか喋れないぐらいには気圧感じてます。スバル調べました。多分あれ
多分一番左の丸くないやつだと思う。日本のスバル望遠鏡。ブレーキペダル、おお、お、それからそのブレーキの何を測って温度。ブレーキのこのフットブレーキ使うと熱くなるんだけど、この摩擦で止めてるから、そこの温度。Talk to that pressure ranger down there, please. OK。Good job. Enjoy your night. Thank you. Good night. Good job だって。よかった、さすが。Need your seat. No. All right, thank you. Thank you. わーい。 Good night. もういいよ。ありがとう。はい、good night。わーい、星空観察どうなるやら。下山してから3時間ここにいました。しかもオープンでオープン。寒い。ジープのルーフを完全に開けて。開けて、窓も開けて、月も出てきて綺麗だったね。さあ、どんな動画になったでしょうか。お楽しみに。イエイ。レインボーフォールです。いいね。朝は結構虹が見えやすいらしいんですけど、今日は雨だから虹は見えないね。では虹の滝から帰ってきました。さすがに大雨で虹は見えなかったけど、もう一個滝に行きたかったんですけど、そこ3、40分トレイルするみたいだからちょっとやめました。雨なんでね。あと上の方に赤科が1個あるから、もし晴れるようだったらそこ行って。赤川ちょっと長い滝だよね。長い滝。家の目の前の。行かないようだったら行ってみようか。 OK。で、今日私たち本当は一周コナの方上がって下がっていきたいんだよね。北の海岸線をそう、北の海岸線をドライブしていきたいから、なんかそんなに雨だったらこの部屋見なくていいかなっていう感じでゆるく回っていきたいと思います。でもまずは私はもうコーヒー中毒、カフェイン中毒なので、カフェイン中毒か牛乳中毒か知らんけどとりあえず美味しいコーヒーをとだと信じて1個カフェに向かいたいと思います。行きましょう。はい、レッツゴー。マーチとか置いてるから。マーチって何？あー、グッズね。上から4番目、ハワイホールの2ドル。カウミルク、私ホームミルクって聞かれたから、ホットでホームミルク欲しいってなって、あ、イエスプリーズって言ったら、あなたがカウミルクかって言ったから。美味しいね。美味しかった。初当たりした。でも豆はやっぱ 100% 粉コーヒー高かったんで、ちょっと買うの迷ってやめた。59ドル
何グラム？多分200とか250とか。普通のサイズ。そういくらだ？58ドル、60ドル。ほぼ1万円くらい。ほぼ1万円ぐらい。でも粉コーヒーは高級なんだよ。で 100% 粉コーヒーは高級だから分かるんだけど、ちょっとそこまですごい飲みたいかって言われるとちょっと考1万円のワイン買いたいな。そしたら。そうだね、ワイン買いたいね、でもこのビッグアイランドコーヒー良かったです。私はホヌシーソルトホヌモカにしました。ちょっと塩が効いてて美味しい。すごい絶えず人が来てたので人気店なんだなって思いました。美味しい。すごかったね。すごかった。ずっと行列で。こんな人が少ない。そう。ハワイ島広なのにワイキキのなんだっけ、粉コーヒーぐらい並んでた。やっぱそのメインの道路じゃないとこがいいよね。こっちが待ちなさいの方なんだね。おひひひひひって聞こえた今。今のところで本当はご飯食べようと思ったけど、まさかの蜂蜜酒ミードを見つけて買いました。蜂蜜酒らしいです。ワインかと思ってね。そう、最初ワインかと思ったけど蜂蜜を発酵させたドリンクだそうです。ここに良さそう。蜂蜜が発酵してんだよだって。おお。右には牛がいます。角すご。また横道のオールドママラホアハイウェイ。あ、遊んでる。ちょっと止めてみるか。そうだね。見えてきた。これ目の前のやつね。良さそう。すごい。しかもガソスタもある。クローズ。おじやわかる。なんか温まってきた。確かに本当朝ごはんメニューなんだよね。で、ロコモコ朝ごはんって思ったけど、なんかこのロコモコ朝ごはんだね。今車の上を開けてみました。私メデューサみたいになってますけど結構巻き込まれてる。そう、後ろも開いてるから後ろからの風でそれ以外は快適です。すごい、めちゃめちゃお花がさ、ウェルネスセンター。ワイピオ渓谷。今ハイキングできないんだね。ここはファーマーズマーケットでした。クヒオハレファーマーズマーケットがたまたまやってて、で毎週とかじゃないんだってね。今日は特に特別打ちしたよね。ラッキー。You like chicken? Yeah. How fun? チキンをハーフチキンのフリフリチキン頼んだらこれを出してきてフリマから焼くのかなって思ったらこのままくれた。すごい。で油してもらおうよ。これ半分じゃないよね。すごいね。すごい。なんかさ、おい取り合いだ。チキンの概念が違った。めっちゃ大きい。
私もう途中でギブしてお兄さんがほぼ頑張りました。すごい食べたね。食べたよ。本当にお腹いっぱい。 10ドルのサイズじゃない10ドで、ルのサイズ。あれ半分なんですけど、あれで生まれて9週間。9週間だからやっぱりでかい。あれも火山なんだろうな、なんかへこんでる。割れてきてる。2、3、4、5とか。てっぺんも。ここがいいじゃん。そう。結構一番綺麗なスポット説あるね。うわあ、右前のオレンジも綺麗だし、なぜかオレンジすでに。おー、いいね。フレッシュされるわ、この道は。で、後ろ。今もう山頂の山頂。ホームメイドアイスクリームを買いました。ちっちゃいサイズでこれ。このホームメイドジェラートがめっちゃ美味しかった。なんかもっといろいろな味があってちょっと味見させてくれようとしてたんですけど、でも時間なかったんで一番最初にくれたおすすめをいただきました。ジンジャースナップで、店員さんすごいなんかアロハとかマハローとかめっちゃ言ってくれていい感じだった。カパンはガソリンスタンドが高かった。でもあと2分でハビに着くんだ。ハビは雨がほぼ降らないらしいから期待。なんか地球の歩き方の年間降水量うんがコナよりも少なかった。へえ。サンセットスポットまで間に合わなそうなので道の途中で泊まり見ることにしました。めっちゃマッチョ走ってきた。いい体。エビおっきい。シュリンプカルボナーラ美味しいわこれ。何これ？魚と野菜とちょっと辛いマヨネーズ。ソースか。美味しい。おはようございます。今日はこのサウンズ・オブ・ウェイブに癒されながら眠りにつきました。もう波強くてずっとこの音がしてるんですけど、私はぐっすり寝ちゃって今日は寝坊しました。
じゃーん。めちゃめちゃ美味しそう。ここはもうお稲荷さんが有名らしくて、忘れてた、ここに来るまで。そういえば見たわって感じ。このお稲荷ポケ1個変えてもらいました。プラス料金でご飯と変えてもらえるので、多いからね。多い。上にはネギトロ？いや、美味しい。いい味付けだね。めっちゃ。日本の寿司の味だね。美味しい。シービード。ウベ初めて食べるんだよね。芋？うん。でも不思議な味する。日本のさつまいもだけど、それになんかハワイっぽい味が追加されてる。美味しい。甘さ控えめで。これならご飯の代わりになる甘さだね。しかもこの難しい注文は楽だった。How much? How much? What's your name? White honey みたいながすごい有名だ。このここ以外売ってないらしい。では科学ビーチパークにやってきてます。コヌたちの餌なんだ。ここによく来るんだ。いるかな？今日はいないね。今ガソリン代が安かった。安かった。100デポジットして77で満タンになった。ほぼゼロから満タンまでいけた。1ガロンだいたい4リットル弱が今までは4.7ドルとかだったけど、その町入っていくらそれ 4.49 とか 4.5 切ってんね。そうすごい安かった。多分コナーだからだよね、大きな町だから。シェル、さすがです。さすがシェル。さすがシェル。ホナウアウビーチロード。綺麗。ホナウナウオハウハウっていう史跡に向かうっていうの。ホナウナウオハウハウ。歩いても楽しいみたいな感じだったけど、車で十分な気がするというか、歩いても入る店がない。家が可愛いとか建物見て楽しいだから。そうだね。そういう人は楽しいかもしれない。だから車でゆっくり走るくらいでいいね。混雑して。左の家もほら可愛い。本当だ。こういうね家もいいね、白地に。もうすぐだね。La ley
lấp liếm ngân mơ ở đêm mình là mai kia ok để nó hỏi câu ông đã đến lâm liền lâm lai áo bay nó bay khắp lâm lâm hop hop nó đi What is the very lovely color on a song called Catalina Lahi Lahi. Oh, my baby has rosy cheeks.イコラテワイドだね。あーでもいいかもね。けどなーね。気になるハワイのうなぎ。ハワイ島を出発します。私としたことがお水3本缶1本取られてしまいました。国内線のアメリカの国内線は持ち込み禁止なんでね、もう身ぐるみ剥がされました。他の国はいいんだ。日本は OK だけど、そう国によってあるからさ、忘れてました。というわけでちょっとさっき買ったポケを食べて出発を待ちたいと思います。スパイシーアフィツナ。美味しい？これ美味しい。米がすごい。There is a good chance we are going to run out of overhead.エアラインで打ち取れた部分を。ではこれから日本に帰りたいと思います。今回ハワイ島に行ってきたんですけど、大自然に対して地元の人たちがすごいこう尊敬の念を持ってたりとか、なんかこう自然の厳しさっていうのをこう理解して受け入れながら暮らしている感じが、なんかどのリゾート地とも違ってすごくなんか新しい感じだなって思いながら旅してました。少しでも皆さんの旅が参考になれば幸いです。では今回も最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。
about tomorrow, and it's okay. Oh baby, don't you know that it's over? You know we're gonna make it out alive. Baby, don't you know that it's over? Oh baby, watching the sun go down. We have known each other for a long, long time.